序章。裏切られた自己像。再生ボタンを押した瞬間、時が止まるような感覚に陥ったことはありませんか？友人との会話、大事な会議の議事録、あるいはふと思い立って録音したボイスメモ。そこから流れてくるのは、まるで見知らぬ他人のような、しかしどこか聞き覚えのある、奇妙に上ずった声。私ってこんな声で喋っていたの？嘘でしょう。もっと低くて落ち着いた声のはずなのに、背筋がぞわりとするような不快感、顔から火が出るような羞恥心、思わず耳を塞ぎたくなるその衝動。多くの人がこの瞬間に絶望を味わいます。まるで鏡に映った自分が自分の知っている顔とは全く別の怪物に見えてしまったかのような恐怖にも似ています。安心してください。あなたが今感じているその強烈な違和感、そして自分の声が嫌いだという感情、それはあなたが異常だからではありません。声が悪いからでも、話し方が下手だからでもないのです。実は人類の歴史の中で録音技術が生まれてからというもの、無数の人々が同じ苦しみを味わってきました。この動画では、なぜ私たちは録音された自分の声をこれほどまでに気持ち悪いと感じてしまうのか、その謎を音響学、生理学、脳科学、そして進化心理学という4つの側面から徹底的に、そして網羅的に解き明かしていきます。そして動画の後半では、この不快感を乗り越え、自分の声を武器に変えるための具体的なメソッドまで余すところなくお伝えします。これは単なる雑学ではありません。あなたの自己認識を根本から覆し、自分自身をもっと深く愛するための30分間の声の旅です。どうか最後までイヤホンを外さずにお付き合いください。知ることでその不快感は納得と希望へと変わるはずです。第一章物理学のいたずら、骨と空気のシンフォニー。まず最初に最も基礎的でありながら最も強力な物理的な理由から紐解いていきましょう。あなたが普段聞いている自分の声と他人が聞いている、あるいは録音機が拾うあなたの声、この2つはそもそも音の成分が全く異なっているのです。私たちが音を認識するとき、それは空気の振動が耳の奥にある鼓膜を震わせ、それが電気信号となって脳に届くことで音として処理されます。他人の声を聞くとき、あるいはスピーカーから流れる音楽を聞くとき、音は空気中を伝わってあなたの耳に届きます。これを専門用語で気動音と呼びます。しかし、あなたが自分自身で声を発しているとき、事情は少し複雑になります。あなたの声帯が震え、声が口から外へ出ていきます。その音は空気を伝わって、あなたの耳へ戻ってきます。これが気動音です。ところが、自分の声を聞くルートはもう一つあるのです。それが骨動音です。声帯の振動は喉の筋肉や組織を伝わり、さらには頭蓋骨そのものを直接振動させます。頭蓋骨という硬い個体を伝わって、ダイレクトに耳の奥にある内耳へと届く音、これが骨動音です。つまり、あなたが普段聞いている自分の声とは、外から聞こえる気動音と中から響く骨動音がミックスされた、あなたにしか聞こえない特別なサウンドなのです。ここで重要なのが音の性質です。物理学において音は媒体によって伝わり方が変わります。空気中を伝わる時よりも骨や肉といった個体を伝わる時の方が低周波の音、つまり低い音が強調されて伝わりやすいという性質があります。これはマンションの上の階の足音がどんどんという低い音として響くのと同じ原理です。壁や床という個体を伝わることで高音成分が削られ、低音が強調されるのです。想像してみてください。あなたは自分の声を最高級の重低音スピーカー、つまり自分の頭蓋骨を通して聞いているようなものです。骨動音によってリッチな低音が補強され、深みがあり、響きの良い、艶のある声、それがあなたが普段認識しているマイボイスです。しかし、録音機はどうでしょうか。スマートフォンや IC レコーダーのマイクは空気中を伝わる振動しか拾うことができません。つまり、頭蓋骨が生み出していたあの心地よい重低音、響きの深さがごっそりと抜け落ちてしまっているのです。録音された声を聞いたとき、なんだかペラペラで甲高くて頼りない声だなと感じたことはありませんか。それは当然なのです。あなたが慣れ親しんだ骨動音というフィルターを通さない、いわばすっぴんの声、イコライザーで低音をカットされたようなスカスカの状態、それが録音された声の正体です。例えるなら、お風呂場で歌っている時の自分の声を想像してください。お風呂場特有の反響で自分の歌がうまく聞こえますよね。あれが普段のあなたの認識です。しかし、
録音された声を聞くということは、そのお風呂場の反響を一切取り払い、乾燥した狭い部屋で歌った声を突きつけられるようなものなのです。私の声はもっと深みがあったはずだ。そう感じるのは、あなたの耳がおかしいのでも、録音機器が悪いのでもありません。物理的に聞こえている音の成分が違うのですから、違和感を持って当たり前なのです。まずはこの物理的な事実を、あなたの脳にインプットしてください。あなたは、自分の本当の声を知らなかっただけなのです。第2章見知らぬ私との対面。ボイスコンフロンテーション。物理的な音の違いについては理解していただけたでしょうか。しかし、私たちが感じる嫌悪感は、単に音が違うという理由だけでは説明しきれないほど強烈です。もし単に音が違うだけなら、へえ、マイクを通すとこんな音になるんだと冷静に受け止められるはずです。なぜ私たちは、そこに恥ずかしさや不快感、時には恐怖すら感じてしまうのでしょうか。ここで登場するのが、心理学の専門用語です。1960年代、心理学者のホルツマンとラウズィは、この現象に名前を付けました。ボイスコンフロンテーション。日本語に訳すならば、音声対立あるいは声による自己直面といったところでしょうか。この現象の本質は、アイデンティティの揺らぎにあります。声というのは、あなたの存在そのものを証明する最も強力なツールの一つです。顔の表情、着ている服、振る舞いそれらと同じくらい、あるいはそれ以上に、声は私はこういう人間だ、という自己イメージを形成しています。あなたは無意識のうちに、自分の声をこう定義しているはずです。私は知的で落ち着いた声をしている。僕は男らしくて低い声をしている。私は優しくて柔らかい声をしている。この自己イメージは、長年かけて積み上げられた、あなたの心の城です。ところが、録音された声を聞くという行為は、その城壁を一瞬で破壊します。そこから聞こえてくる声は、甲高く、平坦で、どこか滑稽で、あなたが信じていた自分らしさをみじんも感じさせない。その瞬間、脳内で強烈な対立コンフロンテーションが起きます。これが私。いや、認めない。こんなの私じゃない。心理学的な実験においても、人は自分の肉体的な特徴の中で、声に対して最も強い拒絶反応を示すことが分かっています。写真写りが悪い自分を見るのも嫌なものですが、録音された声を聞く不快感は、それよりもはるかに深いレベルで自尊心を傷つけるのです。なぜなら、声は内面の発露だからです。私たちは声色一つで、相手の感情や知性、性格までをも判断します。録音された自分の声が、自分の意図したニュアンスを含んでいないように聞こえるとき、私たちはこう感じてしまうのです。私の内面は、これっぽっちも伝わっていなかったのか。私の性格は、こんなに薄っぺらく誤解されていたのか。つまり、あなたが嫌っているのは音そのものではなく、その音が突きつけてくる他者から見た自分という客観的な現実なのです。主観的な自分と客観的な自分、この2つが正面衝突事故を起こし、そのショックで心が痛みを感じている。それがボイスコンフロンテーションの正体です。でも、少し視点を変えてみましょう。この痛みは、あなたがこれまで自分はどうありたいかという理想を高く持っていた証拠でもあります。自分をよりよく見せたい。他者に良い印象を与えたい。その健全な自意識があるからこそ、現実とのギャップに苦しむのです。どうでもいいと思っている人は、ショックすら受けませんからね。第3章脳が鳴らす警報。予測誤差のメカニズム。さて、ここからはさらに踏み込んで、最新の脳科学の領域へ足を踏み入れましょう。私たちが自分の声を聞くとき、脳の中では驚くべき高度な情報処理が行われています。キーワードは予測誤差です。あなたがと声を出すと決めた瞬間、脳の運動やから喉の筋肉を動かせという指令が出ます。ここまでは当然です。しかし同時に、脳はもう一つ、非常に巧みな裏工作を行っています。それは、聴覚野に対して今から自分の声が聞こえるぞという事前通告を送ることです。これを専門的に波随反発射あるいは遠心性コピーと呼びます。なぜそんなことをするのでしょうか。それは脳の処理能力を節約し、外的の音に敏感になるためです。自分の声というのは自分にとっては基地の情報、つまり分かりきっている音です。いちいちその音に驚いたり注意を向けたりしていたら、背後から忍び寄る捕食者の足音を聞き逃してしまうかもしれません。そのため脳は自分が声を出す瞬間、聴覚野の感度をわざと下げて自分の声を抑制しようとします。自分の声だからそんなに真剣に聞かなくていいよとボリュームを絞るようなイメージです。
だからこそ私たちは自分が喋りながらでも周囲の雑音や相手の声を拾うことができるのです。しかし録音された声を聞くときはどうでしょうか。あなたは口を動かしていません。喉も震えていません。脳からの今から喋るぞという事前通告、随伴発射は聴覚野に届いていない状態です。その無防備な状態で突然スピーカーから自分のようなでも何か違う声が飛び込んでくるのです。脳はパニックを起こします。緊急事態発生、予期せぬ入力あり。これは自分の声か。いや、指令を出していないのに自分の声がするはずがない。じゃあ他人の声か。でもパターンは自分に似ている。一体これは何だ。脳は予測と結果が食い違った時、それを不快あるいは脅威としてタグ付けする性質があります。これを予測誤差と言います。録音された声が持つ骨動音が抜けたスカスカの周波数特性、そして自分が喋っていないのに自分の声がするという状況、これらが二重の予測誤差となり、脳の扁桃体という恐怖を感じる部位を刺激してしまうのです。つまりあなたが気持ち悪いと感じるのは生物としての防衛本能が正常に働いている証拠なのです。腐った食べ物を口に入れた瞬間にペット吐き出したくなるのと同じ反射。これは異物だ、処理できないという脳の悲鳴。それがあの背筋が凍るような不快感の正体だったのです。逆に言えばこの不快感は慣れによって修正可能です。脳は学習する臓器です。この録音された変な声こそが客観的な自分の声なんだと何度も学習させることで予測誤差は徐々に小さくなっていきます。アナウンサーや声優、YouTuber たちが自分の声を嫌がらないのは彼らの声が良いからだけではありません。彼らの脳がその音を正しい自分の声としてアップデートし終えているからなのです。第4章進化の呪縛、所属と恥のメカニズム。ここまで物理、心理、脳科学と見てきましたが、もう一つ私たち人類が太古の昔から遺伝子に刻み込んできた根源的な理由を忘れてはいけません。それは進化です。なぜ自分の声が変だと感じることがこれほどまでに強烈な恥の感情を引き起こすのでしょうか。顔が赤くなり冷や汗が出て穴があったら入りたいと思うほどのあの感覚。進化心理学の観点から見ると声は単なる伝達手段ではありません。声はあなたがどの集団に属しているか、そして集団内でどの程度の地位にいるかを示す極めて重要なソーシャルシグナルなのです。動物界を見渡してみましょう。ライオンのうなり声、小鳥のさえずり。低く太い声は強さや支配を、高く震える声は服従や恐怖を意味することが多いのです。私たち人間も社会的な動物です。集団の中で生き残るためには他者から有能な人間だ、信頼できる仲間だと認識される必要があります。私たちは無意識のうちに自分の声をコントロールし、自分を価値ある存在として演出しています。これが先ほど触れた社会的役割の正体です。ところが録音された声はどうでしょうか。骨動音が抜けて高音成分が強調されたその声は往々にしてあなたが意図していたよりも幼く頼りなく神経質に聞こえます。これは進化の文脈において致命的なエラーです。俺は群れのリーダーになれる器だと信じていたのに、スピーカーから流れてきたのは群れの最下層で怯える弱者のような声だったとしたら、脳はこれを社会的死のリスクとして感知します。こんな声では仲間から軽んじられる、異性から選ばれなくなる。この強烈な危機感が恥という感情となってあなたを襲うのです。恥とは本来集団の規範から外れた時に感じるアラームであり、行動を修正させるための痛みです。つまりあなたが録音された声を聞いて落ち込むのは、あなたが社会的にうまくやっていきたい、他者と良好な関係を築きたいという極めて人間らしく生存本能に忠実な欲求を持っているからこそなのです。その不快感はあなたが孤独を恐れつながりを求めている証。そう考えると少し愛おしく思えてきませんか。第5章の大魂、書き換える暴露療法の実践。さて、ここまでで敵の正体は完全に暴かれました。物理的な音の欠落、自己イメージとの対立、脳の予測誤差、そして進化的な恥の感情、これらが複雑に絡み合い、あなたを苦しめていたのです。正体が分かれば対策は立てられます。ここからはその不快感を克服し、自分の声を一生のパートナーとして受け入れるための科学的なメソッドをお伝えします。最もシンプルかつ強力な方法は暴露療法エクスポージャーです。これは恐怖症や不安障害の治療にも使われる心理療法の一つです。
原理は簡単です。嫌な刺激に安全な環境で少しずつ繰り返し触れること、これにより脳の扁桃体が過剰反応しなくなる循化という現象を引き起こします。思い出してください。あなたは自分の家族や親友の声を気持ち悪いと思いますか？おそらく思わないはずです。では、彼らの声はあなたの声よりも客観的に優れているのでしょうか？必ずしもそうではありません。あなたが彼らの声に違和感を持たない唯一の理由は聞き慣れているから、ただそれだけです。脳科学には単純接触効果、ザイアンスの法則という有名な理論があります。人は接触回数が多い対象ほど好意や愛着を感じやすくなるのです。あなたが自分の声を嫌いなのは単純にその音を聞く回数が圧倒的に不足しているからに過ぎません。毎日鏡で顔を見ているから自分の顔にはある程度慣れていますよね。それと同じことを声でも行えばいいのです。具体的なトレーニング方法をご紹介しましょう。名付けて3分間ボイスミラーリング。やり方は簡単です。まずスマートフォンで自分の声を録音します。話す内容は何でも構いません。今日食べたもの、天気の話、あるいは好きな本の朗読でもいいでしょう。最初は10秒から始めてみてください。そしてここが重要です。録音した声を再生するとき、最初は感情を殺して聞いてください。まるで見知らぬ他人の声を分析するかのように、あ、ここで息継ぎをしているな、語尾が少し上がっているな、内容ではなく音の波形として観察するのです。これを脱フュージョンと呼びます。声と自分を切り離し客観視するテクニックです。最初はゾワゾワするでしょう。聞くに耐えないかもしれません。でも我慢して1日1回3日間続けてみてください。脳の適応能力は凄まじいものです。3日目にはあれ、意外と普通だな、まあこういう声の人もいるよなという感覚が芽生え始めます。予測誤差が修正され、脳がこの録音された声こそが新しい自分のスタンダードだと認識を書き換え始めた合図です。さらに効果を高めるための裏技があります。それは録音環境を変えることです。静かな部屋だけでなく、雑音のあるカフェや屋外、あるいはお風呂場などさまざまな環境で録音してみてください。環境が変わればマイクに入り込む音の響きも変わります。自分の声にはバリエーションがあると脳に学習させることで、たった一つの嫌いな声という固定観念を崩すことができるのです。第6章楽器としての身体、声は作れる。脳を慣れさせる暴露療法と並行して、もう一つ物理的なアプローチも有効です。それは録音映えする声へとあなた自身の楽器をチューニングすることです。先ほど録音された声は低音がカットされたスカスカの状態だと説明しました。ならば答えはシンプルです。失われた響きを技術によって補えばいいのです。多くの人が陥る罠があります。自分の声が細く聞こえるからといって喉に力を入れて無理やり低い声を出そうとしてしまうのです。これは逆効果です。喉が締まり余計に苦しそうで聞き苦しい声になってしまいます。目指すべきは低い声ではなく響く声です。ここで重要なキーワードが共鳴レゾナンスです。スマホのスピーカーから流れる自分の声が嫌いな理由の一つに鼻声があります。自分では気づきにくいのですが、録音を聞くとあれ、私ってこんなに鼻が詰まったような声だったのをと愕然とするケースです。これは口の中の天井部分奥にある軟口蓋が下がってしまい、音が鼻孔に抜けすぎているか逆に詰まっていることが原因です。科学的なボイストレーニングの視点ではこれをフォルマントの調整と言います。難しい言葉ですが、要は口や喉の空間の形を変えて音色をイコライジングするということです。試してみてください。大きなあくびをするように喉の奥を縦にぐっと開いてみてください。その状態で声を出すと普段よりも太く深みのある音が録音されるはずです。これは口腔という共鳴空洞を広げることでマイクが拾いやすい周波数帯域を増幅させているのです。骨動音がなくても空気の振動だけで十分にリッチな音を作る、それが通る声の正体です。自分の声が嫌いな人の多くは単に声が悪いのではなく、楽器の鳴らし方を知らなかっただけなのです。筋肉の使い方一つで録音される音声データは劇的に変わります。これは才能ではなく物理でありスポーツです。練習すれば誰でも変えられます。第7章スポットライトの幻、自意識の檻から出る。最後に心理学の有名な概念を一つ紹介してこの旅を締めくくりましょう。スポットライト効果、これは
コーネル大学の心理学者トマス・ギロビッチが提唱した心理現象です。私たちは他人は自分のことを注目していると実際よりも過剰に見積もってしまう傾向があります。あなたが変な声と顔を真っ赤にして恥じているその録音データ、それを聞いた他人は果たしてあなたと同じように変な声と思うでしょうか。残酷な事実をお伝えします。彼らはあなたの声に対してあなたが思うほど関心がありません。〇〇さんの声だな、ただそれだけです。彼らにとってその録音された声こそが最初からあなたの声であり、そこに違和感もギャップも存在しないのです。違和感を持っているのは世界中でたった一人、頭蓋骨の響きを知っているあなた自身だけなのです。あなたが必死に隠そうとしているそのコンプレックスは他人から見れば単なる特徴であり、時には安心感を与える要素ですらあります。完璧に整えられたアナウンサーのような声だけが正解ではありません。少しのかすれ、独特のイントネーション、笑った時の息遣い、そうしたノイズこそがあなたという人間の体温を伝えているのです。自分の声が嫌い、そう思うことは裏を返せばもっと素敵な自分でありたいというあなたの向上心の表れでした。そのエネルギーを自己否定に使うのはもう終わりにしませんか。そのエネルギーを声を磨くことや大切な人に言葉を届けることに使った方が人生ははるかに豊かになるはずです。最終章エピローグ、世界に一つだけの周波数、録音された自分の声、それは骨伝導という甘いフィルターを取り払われたありのままのあなたの姿です。最初は直視できないかもしれません。でも逃げずに聞き続けてみてください。その声はあなたがこれまでの人生で誰かを励まし、誰かに愛を伝え、誰かと笑い合ってきたその瞬間の空気を震わせてきた音そのものです。その声を聞いて不快になる必要はありません。いや、これが外の世界で頑張っている私の声か、意外と個性があって悪くないじゃないか、そうやってねぎらってあげてください。脳の仕組みを知り、物理的な理由を知り、心理的な背景を知った今、次に再生ボタンを押すとき、そこに聞こえる音は以前とは少し違って聞こえるはずです。それは異物ではなく紛れもないあなた自身なのですから。あなたのその声は世界にたった一つの周波数を持ったかけがえのない楽器です。どうかその音色を愛してあげてください。あなたが自分の声を愛したとき、その声は誰かの心をもっと深く震わせる力を祝すことになるでしょう。ご視聴ありがとうございました。